どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。2万分の1の確率でサルカニ合戦のカニの母が勝つ物語を編纂中の作家さやです。ボツにしてしまいそうな物語始まらずしかも2万分の1の確率だからさ、もう何度やってもってやつじゃん。何度やっても、母さんが死んでしまうだけど1の確率であそこでカニママが勝って、サルカニ合戦起こらず、一番平和だもん。物語としては一番こう平坦だけど、やっぱそれが人生だよね。そうで、ウスだって命を取らずに済んだんだから。確かに。まあそんなことはよく置いといて。はい。ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか。ヤドカリ、ヤドカリー、ヤドメリー、ヤドカシ、達者でか、ヤドマシ、ヤドワリ、ヤドラリーどうでしょうか。かわいい。かわいいでしょ、ヤドカリシリーズ。今回でも一番気に入ってんのはこれ、スキージャンパーナスかわいくない？ということで今回こちらです。表情。なんだろうね、新しい画材のことかな。表情だって。表情とか言われるとなんかありそうだね。海外の画材ブランドみたいな。ありそう。今回やってる企画はこちら。表情100パターンかけ。また100だー。今以前ねこの動画あったんですけども、目を100パターンありましたね。いつも同じ目ばっか描いてないですかって問題提起、あれはね、でも50-50だったからね。そう、今回も50-50です。よかった、今回も50-50。もうあと2人夏目さんちのメンバーを増やし25-25にし、どんだけ楽したい。なんでもう2人夏目さんちのメンバーを増やしてなので新メンバーを募集しますごちゃごちゃすぎるだろ動画の趣旨がということで、表情も目と一緒ではという、これコメントでもいただきました。ゲンさんのいつも描く女の子の表情が好き、結構これはプラスの意見で、僕確かにいろんな表情を描くのが好きではない方。おすましが好きよね。どちらかというとなんか顔にあんまり表情が宿らなくて、宿ったとて筋肉1ミリぐらい動きましたぐらいの方が好きなタイプなんだけど、すごい対照的。私もう振り切った顔が好き。そう、さやも100じゃん、で僕2とかじゃん0ではなく2なん実は。みんなこれね誤解しないでほしいんだけど、僕0好きじゃない。0じゃなくて2なん。微妙に顔に感情が乗ってそうで乗ってないみたいなが好きなんですけど、よく言えばそうだし、悪く言えば特に僕の絵なんか、お前いつも同じ表情ばっか描いてんなっちゅうわけですよ。ということは、100パターン強制的に表情を描いて表情筋を鍛えようのコーナーでございます。絵の表情筋です。やったー。皆さん、ほっぺの準備はできましたか？もう皆さんはそこに出てきた顔と同じ顔を全くしてくださいじゃあ皆さんは動画を見ながら表情筋を鍛えられるぜひ電車の中でこの動画を見てほしいね何させるつもりなんだって話なんですけど、今回は、前回は目だけだったのを今度は表情で表してくる。いいですね、楽しそう。早速表情100パターンやっていきたいと思います。さあということで早速やっていくんですが、こちら、またこんなとこポコポケやりたすぎるね最近ちょっとポコポケハマりすぎてね、めちゃめちゃやってるわけなんですが、そんなことはどうでもよくて、今から100パターン書いていくんですけど、お互い50-50で書いていって、50個ずつ違うお題を書くことによって、表情100パターンが出てくるっていうへりくつなんですけど、でかつ、一応同じキャラでやった方がいいかなという気持ちはありつつ、さすがにずっと同じキャラでもあれかなというので、10個目の区切りで別のキャラにしてください。かしこまりました。じゃあ行きますか。行きましょう。まず1つ目のお題、僕からいきますよ。飼い犬に本気で噛まれた時。じゃあ杉ささん、ドン。寝起きで髪の毛が芸術的な寝癖になっている時髪の毛嗅がされるじゃん確かに。だいたい1表情3分ずつぐらいでいけたらいいなという。いけるか。いいか。用意スタート。いきます。次いきます。ちょっとこれ1キャラずつ終わったら振り返っていきますね。次、自分の背中から突然純白の翼が生えていた何それ急にファンタジーじゃん。犬の意味変わってくる。巨大なドラゴンに遭遇して圧倒的な恐怖と美しさを感じた時急にファンタジーくるやんオッケー。大変だねこの子。寝癖の次ドラゴンに会っちゃったんだね。なんかだからさ、この表情のお題がランダムで出てくるからさ、こいつの舞台背景が勝手に決まってくるっていう。そう。でもこれあくまでさ、
羽が生えた時の顔だから羽は描いちゃいけないんでしょ。ああそうだね。そういうことだよね、うんうん、よしじゃあ次お願いします。私満員電車で目の前の席が奇跡的に空いた時、ピンポイントだな、シチュエーションが。じゃあ次せいさん。異世界転生して自分のステータスが神だと知った時やばいじゃん、神になっちゃったんだ。めっちゃ強いじゃん。はい終わり。次僕のお題はこちら、人魚になって海の中を自由に泳がわってる。お前人魚になるんか。すごい、空も海も行ける。やばくないこいつ。よしじゃあ私行くよ。言ってもいない悪口を自分のせいにされた時。うわ嫌なシチュエーションね。はい次行きます。サイボーグと手術を終え機械になった自分だってもうどうなっちゃってむちゃくちゃじゃねえかこいつ。大丈夫か。じゃあ行きます、はい、そうです。カセを盗まれて土砂降りの中を帰るとき。なんかさや結構日常的な感情が多いね。じゃあ行きましょう、じゃあ行きましょう。これ表情変えてる時あるあるってみんな言うじゃないですか。マジで同じ顔しそうになってさ今ちょっと顔が絶望の顔しちゃってて喋れる表情じゃないんだよ。はい行きましょう。妖精の森で不思議で温かな光に包まれたもうむちゃくちゃだもん。どこもかしこも。じゃあさやさん行くね。美容師さんの言葉が聞き取れずとりあえず愛想笑いした時行きましょう。行きますか。はい用意スタート。不思議で温かな光に包まれたどういうよかったね。よかったのかなわかんないけど。はい次何？滅びゆく世界で最後に一筋の希望を見つけた。お前どんな世界に行ったいおかしいよ。多分サイボーグにならないと生きていけない世界になってたんだよ。腕ぐらい一本失うかっていう世界かもしれない。もうそういう世界だったら行きます。エレベーターの動画で推しが乗っていた時かわいいかわいい。温度差すごい。温度差なんでだこれ。どうなっちゃってんだこれ。もしかしてお題さ、ランダムと言いつつなんかこのジャンルが交互に来るようになっちゃってないもしかして。そういうってぐらいなんか温度差すごくない？温度差すごい、よし次行こうぜ。滅びたけど世界次さや押してみる。はいじゃあ行くよ。さやさんはいあっち向いてほいで絶対に引っかからないと決めて秒で負けた時。やっぱりさやが押すとなんかさコミカルなの。なんで？かわいい。ちょっと向け行くわ。かわいい、あっち向いてほいね。いきます。はい。よかった。かわいい。やっと幸せ。やっと幸せそう。なんか憧れの人からデートに誘われた時。やったはいじゃあ行きましょう次行きましょう。私のオチを言う直前に別の話題に切り替えられた時。すっげえ悲しいねこれ。じゃあそして私行きます。こっそりおならしたら想像以上に大きな音が出た。よかった。お前まだおならする余裕が確かにまだ人間の部分残されてた。よかったよかった。はい次。満員電車で隣の人の肩で寝てしまいハッと起きた時。これ今までのやつは全部夢でしたみたいなやつなんじゃないのじゃあ行きます。はい絶対に勝てると確信していた勝負で逆転負けした時。なんか絶望だね。話ずっとかわいそうじゃない？こいつねずっと間抜けなんだよ。なんかちょっとでもなんかこいつなんか多分そんな深刻な勝負してなさそうだスポーツとかでもファンタジー系のバトル漫画とかでもあるさ、勝てると思ってたのに負けちゃったみたいなってシーンってめっちゃ絶望じゃん、なんかそういう感じじゃなさそう。絶対このガム当たりだから見ててみ今外れたみたいなマジでどうでもいいということでまずは1キャラ目表情最初の10個こちらです。せーのドン。ちょっと見たい、なんか実家の味手癖で描いた男の子の顔ってこれなんだよな、はいじゃあさやは1個目こちら、朝起きたら寝癖が芸術的になっていた時です。そうだ。いいね。この子は左側に長三つ編みがついてるさやさんがいつも好きな髪型にしてるんですけど、その三つ編みが上昇しているというこの2個目がさやの描く絶望顔じゃんそうめっちゃ好きこれここにこう飛んでんのドラゴンが。でこれ異世界転生したのに自分が神だったっていうことに気づいた顔だ。って顔ね。マジ俺みたいな。いいっすね。はい
でこれが言ってない悪口自分のせいにされた時の顔、ああ嫌な顔だ。ほんとシンプルに嫌な時だ。あそう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 。いいでこれは傘が盗まれて土砂降りの中帰ってる時の顔、はいはい。ちょっとブスクレ、これが美容師さんが何か言ってるけど愛想笑いで乗り切ってる時の顔、ああはいはい。エレベーターが開いた時に推しが乗ってた時の顔、おお推しいるんだね。さっきさゲンさんと話してる過程で、やっぱこの子異世界転生した先で神になっちゃったらしいから、はい神が人間界に降りてきて、人間の感情をいろいろ楽しんでるっていう設定すごくいいなっていうので、その設定で返したらすっげえ楽しくなっちゃった。そう神のローマの休日みたいな。あそうそうそう、いいね。それ書いて君がねそれ書いてじゃないこれ8番が、うん絶対に引っかからないぜっていうあっち向いてほいで引っかかって、引っかかったぜっていうこいつ人間味すごいねでこれが、うん話のオチを言う前に話題を切り替えられてしまった時の顔、すげえかわいそで最後絶対に勝てると確信していた勝負で逆転負けした時の顔、う。ちょっとかわいそうだ普通に、あ負けたわって顔してるマジみたいなそうでもマリパぐらいでしょお前多分あいいはいすごいいいシチュエーションになったじゃないですか。じゃあちょっとゲンさんの方いいですかちょっと大丈夫、こっちなんか見ててさ、ショック受けちゃったりしないかな。ショック受けちゃうよ多分。でちょっとあまりな壮絶な人生にね、一番最初が一番良かったんだよな、まだだっそうてここが全ての始まりだから飼い犬に手を噛まれた時いやもうまあまあ普通に「いい!」ってみたいな「みたいな顔なわけですよ。そこからやっぱり異変は始まってたんだそしたらなぜか噛まれた後突然翼が生えてきた。純白のね純白の、うんでもこれはまあその分かんないからね、まだ状況が飲み込めてないからそんなにはいみたいなって顔してる、でそしてこれはあれです満員電車で目の前の席が空いた時ああそうまだ日常を送ってるね、そうまだ日常、嬉しいんだけど顔に出さないように頑張ってる表情、で口にすごい力入ってる感じある、でもちょっと微笑んじゃってるみたいな、でこれが人魚になって水の中を自由に走ってる時の顔。ほっぺに鱗とかあついそうてるね。そうそうそう次が何だったっけ、ここれ突然右手をサイボーグに変えられたさすがに跳ねた時と同じ反応ではいられない勝手に手術されて手がサイボーグになっちゃってるのこんな顔にもなるどうこれねめっちゃいいめっちゃいい、絶望してるでしょちゃんと、これあれです妖精の森に暖かな光に包まれてる時です、そんなことがあったけど暖かな光に包まれました、何があったんだろうね本当に。でもちょっとだけなんか妖精の森存在してるしなね、そんななんか問題の滅びの時が、はい、世界の滅びる時だがしかし一つの希望を見出したみたいな、ほら絶妙なね、でも意志が強い意志が、強い意志は感じられるがニコって笑ってんだけど、ちょっとこれ涙をこらえてんね、そう何かの感情をこらえた時のってした微笑みきれない感じだね。でそして突然平和な、こっそりおならをしたら想像以上にでかかった、これもなんかごまかしてる顔ですね。こいつごまかす時口突き出す癖があるみたいな。そうキャラクターじゃん。ほらちょっとこれも笑顔をごまかす時にってない。彼結構表情をこらえる癖があるんだね。そう感情をこらえる癖がある。でそして憧れの人からデートに誘われた時いないじゃんもう。いない顔でしょいないじゃん何かしらの植物かなんかが見せてきた幻影なの幻影なの分かってる顔だ分かってる顔でそしてそんな悲しい出来事があって、最後満員電車で隣の人の肩で寝てしまいハッと起きた時全部夢だったの。今まで起きたやばいことって全部夢だったの本当にっていう終わりですね。何なんだ俺の方ストーリー終わった始まって終わったけど終わったよりさ、この企画表情で物語できていくといいねみたいな話してたじゃん最初、予想以上にできてない。予想以上に落ちたもうおかしいよね。もういいんじゃない。もういいか俺か今日やばいおもろすぎるというわけで、まずは1キャラ目がお互い終わりましたが凄まじい、これは面白いですよ。面白いですけど、なんかお題の癖が強すぎるね。お題の癖は強いじゃあ行きましょう次、2キャラ目。自分の放った魔法が暴発してアフロヘアになった時かわいいかわいいよかった平和そう。これコメディですね、美しいヴァンパイアに首元を噛まれる寸前の顔。ドキドキやん。ドキドキやん。何そのシチュエーション。少女漫画じゃん。で2王代目。はい2王代目。鏡を見たら自分の顔が全くの別人になっていた。もう顔違うじゃんじゃん最初に描いた顔と。確かに魔法の呪文を唱えたら手が眩しく光り始めた時ヴァンパイアの手引き方死ぬんやないか、やばいその光大丈夫か。いけーい。はい次です。宝くじで高額当選したと知った瞬間。これは嬉しいよ、嬉しいわこれは、初めて自分の作品が心から褒められた時。よかったな。嬉しい嬉しいやんどっちも。
はい次はい友達の背中を叩いたら全然知らないじゃんこいつなんかコミカルだな。おてんばのさドタバタ間抜けな魔女っ子ちゃんみたいな感じになってきたわ。じゃあいきます。大切な人との永遠の別れを迎えた時今度鞘が重くなってきたな。さっきちょっとコメディだったじゃん、ね次開けようとしたお菓子の袋が縦に裂けた時ずっとこの子コメディじゃん。助かるわ。ずっと楽しそう。よかった。じゃあいくね。はい一生懸命作ったお城の砂場が壊された時可愛すぎるだろ。巨大な隕石が地球に衝突するのをただ見上げてる時また滅んじゃったじゃん急に滅んでる。振り返ったら幽霊と目が合った時俺もう大切な人ですよ。やめない？そうやってさ、私の心の柔らかいところすぐる前を歩いてる人の歩くスピードが絶妙にポケットに入れたままティッシュを選択してしまった時めっちゃ平和やん。この世界ティッシュあるの。人生で一番の恐怖を感じる化け物に追いかけかわいそうだな。なんか鼻毛が出ていることに帰宅してから気づいた時ちょっとあー美しいキャラなんですけど、うちの子美しいキャラのそういう隙のあるシーンってことですね。地球外生命体と初めて心が通じ合った時通じ合える。激辛カレーを一口食べて強がっている時急になんかさ人間見出してくる、こいつずっと楽しそうだな、よかった、ね幸せなんだねよかったね今、はい最後10はい10最後これかよこいつトイレに入ったら髪が全くなかった時この子なんかずっと可愛くない？この子ずっとドタバタしてるね、ねなんか世界を救って英雄として凱旋した時の晴れやかな顔ってまたちゃんと終わらせに来た。なんなんじゃあいきますか最後。ということで2キャラ目終わりました、はい、こちらで終わりましたす。せーのせーのドドドン。テンション感すごくない？すごくないさっきから、ちょっと待って2が2がじゃあ僕からいきますか2キャラ目、はい魔女っ子見習いが世界滅亡までにやりたい100の約束ってタイトルかわいいっていうタイトルですね、うんうんうんはい、でとりあえず、んうんこれは暴発アフロです。かわいい。こ自分のれはね放ったね、うん魔法で暴発しちゃって、ねそれでアフロヘアになっちゃったみたいな、ねこっから始まったからキャラデザが定まんなかったのまず、これはだってあれだもんね、自己的にアフロになってるだけだもん。そうでそして2番が朝起きたら別人になってた時の顔もうなんか動揺が激しすぎて朝起きたらおっさんになってたおっさんになってたしかも結構なダンディーなめっちゃ大事だいぶ動揺してるからゆえの無表情っていうね、ごっつごつだもんね、うん次、はい3番宝くじに当選してる時の顔、そばかすちゃんだ、そう両サイ内巻きの前髪がパッツン気味のそんなに大した魔法も使えない魔女っ子なイメージです。かわいい。宝くじに当選した時の顔しっかりびっくりする。でそして次がはい4番目、ねえって友達と思って声かけた時に間違えた顔です、この子は結構何かあると顎しゃくるタイプの子そう顎ちょっと顎しゃくるほら確かにちょっと何かあると顎しゃくれちゃうタイプの子なの、ってなる。かわいい。次ポテチパーンかわいい。縦パーンした時の顔、この顔めっちゃ好き。チッって顔チって感じ、チッって感じ切れるでもなく、そうクソがよってクソがよ結構こういうタイプの子なんですよ。いい。でそれでちょっとここが問題のシーンで、これ隕石目前にしたこの子の顔、逆にすごい冷静だね。そう分かってんだよもう来るのが、だからもしかしたらワンチャンこの100の約束達成するまでループしてる可能性がある。もう知ってる。もう知ってる可能性ある。ここの辺に来ることが冒頭の顔で多分これ、この子一番でもデフォルトの顔この顔かもしれない。かわいい。ちょっと調子づいた顔なんだよ、であと眉間にシワ寄りがちなの、いい。で前の人が絶妙に歩くの遅い時の顔です。言いたいけだけど言い言わない。たいけど言えねえなっていう、言えねえな。かわいいかわいい。でそして8番目、はい。まだかつてない化け物に追われてる時あーってさすがにね。さすがにこれぐらい焦った顔する。でもやっぱりこの子にかかるとコミカルになってしまうっていう、でもループの中でも初めて会あっったたタイプの感じするね。何これーっていう時の顔ですね、結構感情の振れ幅が高いタイプの子、これはエイリアンと通じ合った時の顔めっちゃ嬉しいっていう、多分結構可愛いタイプのエイリアンだったんでしょうね。なんだったらなんか人間とかと触れ合うより好きそう。そう、でそして最後トイレに入ったら髪が全くなかった時の一番慌ててた。これより慌ててためっちゃ慌ててる。こっちより慌ててる。やっぱり尊厳の方が大事だもんね。大事ですね、命より。やっぱまたしゃくれちゃったね。確かに。いいね。ということでだいぶちょっと2キャラ目感情の豊かなね。てかねこの企画の特性上ね感情豊かになりがちなの、じゃあさやさんの表情、私のイメージ的には超スーパーご長寿ヴァンパイアの優雅な余生っていう。すごいそう、いいね。これは
はもう一人実は美しいヴァンパイアがいて、はいはい、そのヴァンパイアとの開口のシーン、うん、ワンシーンっていう想定ね。噛まれる直前でしょ。あ、そうそう。これは男のヴァンパイアなのか、うん、超美女のヴァンパイアになるのかによるよね。画面の皆さんのお好みでお考えがいてる、ね、確かにめちゃくちゃ少年かもめちゃくちゃ少女かもしれないし。いや、そうそうそう、うちの好きなので、好きなフレーバーでお楽しみください。好きなヴァンパイアの顔をここに想像すればいいんだ。そうこれは美しい、そう、はい、ヴァンパイアだけど自分も美しいことを自認しているので、俺の方が美しいのになぜお前が俺に傷をつけるっていう、お前ごときがなぜ俺の首筋に傷をみたいな。あ、そうそう、嫌なの。嫌なんだ。ドキドキ嫌だろうな。そう、ロマンスは発生しない、ここの時点では。でこれはこれ手のなんだっけ、手が眩しく光っちゃった時。そうそう、呪文を唱えたら手が眩しくなっちゃって、あーってなってる、ヴァンパイアなので。でこっちが自分の作品を心から褒めてもらった時の表情なので、ちょっと照れ隠しじゃん。そう、素直にはちょっと節目がちになってね。あ、そう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 、うるせえみたいな。ツンデレやん。そう、ツンデレ。割とそうで4別れ。これ過去編だなきっと。そうそう、ここまでが過去。あ、ここも過去なんだ。ここも過去なんだ。そうそうそう。あ、じゃあそのヴァンパイア消えてんじゃん。そうだよ、もういないよ。いないんだ。この時のヴァンパイア結局大切な人になっちゃったんだ。でここが肝なんですけど、肝なんだ。褒められた時にこの顔をするから自分の感情では基本的にはちょっとツンデレっていうか隠しがちだけど、お別れの時このベーベーですよ。確かにもう全力で感情出てしまってる。やだやだみたいな。可愛いね。っていうのが好きです。はい。なるほど。でここからが現代編です。現代編。はい、現代編。新しい仲間が多分増えてるんでしょうね。これは砂場で作ったお城を壊された時の顔です。結構怒ってるじゃん。結構な城作ったんだろうね。あ、そう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 、それを壊された時の顔。で6、これよくわかんないけど OK ですって書いてあるんだけど。どういうお題だっけ？これは真後ろに幽霊が立ってる時に振り返った時の顔なんですけど、おそらく後ろに立ってた幽霊っていうのは大好きな大切な人ヴァンパイアの幽霊が後ろに立ってて、なので OK ですって書いてある。さやが喜んでるだけで、さやの喜びの OK でオッケーでお題書いとけ。で次7、これはティッシュを洗濯機で洗濯した時に。で8はこれ外出してから帰ってきたら鼻毛が出てた時。一番絶望してるね。でこれは激辛カレーを我慢しながら食べてる時。かわいい鼻水出て。あ、そうそうそう。で最終的に世界を救って帰ってきた時の。よかったね。多分この時点でやっぱこいつの時のあいつのことをね。そうで一生こういうあの子に呪われて生きてるから。そうなのね。大切な人に呪われて生きてる人好きやね。好きそうだね。そうじゃなかったらここで OK です出なかった。確かに。じゃあこいつも大山椒君に参照していただいて。うおー。よー。いやでもねちょっとね、そう2キャラ目まで合計40表情出た。はい、出ましたね。いや思ったんだけどさ、これ最初に設定したとこからいろんなシチュエーションがランダムに出るじゃん。いろんなシチュエーションにキャラをぶっ込んでいくことによってさ、こいつはこういうやつなんだっていうのが出てくるじゃん。これめっちゃ良くない？いやめっちゃいい、めっちゃ楽しい。そう、しかもこれランダムな環境っていうのが良くて。あ、そう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 。いやだからこれちょっと続きもめっちゃ楽しみだな。いや楽しい。次行きましょう。はい、次行きましょう。さあということで3キャラ目いきましょう。3キャラ目次は僕からいきます。こちら満員電車で背中を思いっきりリュックで押されるとき。こう前にいる人がリュック嫌だよね。確かに嫌だわ。じゃあさやさんてれかっこつけて壁ドンしたら壁に穴が開いたとき。パワフルすぎるだろお前。老朽化してたのかマジでパワフルなのか。じゃあいきますか。いきましょう。オッケー。1壁ドン。はい。1不愉快のリュック。不愉快ね。はい。好きそう。すごい好きそうな匂いしかしなかった今。まあでもちょっと控えめだけどね。はい、じゃあ次、いきます。はい。最終バスが目の前で通り過ぎていった時。結構ずっと不憫じゃん。不憫だね。はい、じゃあせいさん。道端で宇宙人に道を尋ねられた時。なんかちょっと楽しいよ。楽しいねこっちの。苦しいのさ一番最初のさあの子でさ使い切ったんじゃないの？確かに。あの子に集約しちゃったもしかして。いやそう。ランダムお題を。苦しみを。次ドン。楽しみに取っておいたプリンを家族に。なんでだよ。ずっとかわいそうじゃん。なんですごいこんなのあるんだ。もうさすがにこれさ不憫キャラ付けでしょ。不憫キャラでしょ、もうここまで来たら。はい、せいさん。ピカピカに磨かれたガラス扉に激突した瞬間。すごいね。どうしちゃったこの子イケメンキャラで頼ってんですけど、かっこつけようとしてかっこつかないタイプになってんじゃん。で今のところ。次
はいいきます。行きます。もうとんとこ行きましょう。知り合いだと思って手を振ったら全くのさっきもあったよさっきもあったよこれ似たやのやつ不憫しかねずっと不憫じゃんねなんか気まずいみたいな、ずっと気まずいじゃん。ジュセさん、仲間が自分の盾になって倒れたし重いわ急に何があったんや。急に重くなった。どうした？さっきまでガラスにぶつかってたのに、ね行きましょう。はいスタート、はいスタート。次はい何靴下を履いた直後に水たまりをなんでこれランダム本当にこんな狙われるすごくない？さも不憫来るかな。寝坊して時計を見たら家を出る時間だった時、まあこれはでもなんかこうまあねギャーみたいな感じね。次はい大好物の料理が目の前に運ばれてきた時やったー絶対後でひっくり返すよこいつやっと喜んでくれる、食べようと思った瞬間にトンビに持ってかれるとか全然あるまだ油断できないね。でさやさんいきます、突然空から大量の魚が降ってきた時すごいとんでもないファンタジーが起きる。やば。自分の部屋に知らない人が立った時やばすぎる温泉だと思って飛び込んだら水風呂だった時映ったね自動ドアが自分にだけ何百年も眠っていたお姫様が目を覚ました瞬間を見た時、推しと偶然街で目が合った時、ずっと犬だと思っていたペットが流暢な言葉を喋った時どういうことや。 USB の裏表がなんとやっても隠していた秘密のノートを親に見つけられた時。かわいいかわいい。かわいいじゃん。普通にかわいい、3キャラ目終わりました。はい、行きましょう。せーのドーンなんかさやいいね。なんかいろんなシチュエーションあってなんか羨ましいですねなんかね表情豊かに見える、豊かに見えるね。いいね。なんかいいっすか。じゃあちょっとさやさんから見せていただいてもとりあえず一番最初、はい、1個目ね。はい、これ壁ドンしたら壁に穴が開いたっていう。でもちょっと可愛い。あれそうパワフル系ね。そう、まあ、おてんば系の、でこれ次が2つ目がはい、宇宙人に道案内を頼まれた時。可愛い。混乱してぐるぐるになっちゃってんだ。そうだけど、なんかこう普段、求められた姿をちゃんとお返ししたいって思うタイプの子だから、宇宙人に対してもちゃんと教えてあげなきゃみたいな感じになってこう笑顔で応対している様子。そして3番はガラスにぶつかっています、ちゃんとぶつかってるちゃんとコミカルなこと、でこれ突然自分の盾になって倒れた時の、そんな大したことじゃなさそうだね。なんかドッジボールとかっぽいそんぐらいだと思う。なんかこの子の場合でこれは寝坊した後にね、起きた時間が出る時間だった時、絶望するね。そう、でこれが上から魚が降ってきた時の、すごい。ここだけ急にファンタジーなんだ。そうだけどやっぱりなんていうか、結構夢見る女の子系だから、こうお魚が空から降ってきたってなったらなんかこうちょっと絵本みたいな感じでときめいちゃうタイプ、でお風呂だと思ったら冷水だった、ちゃんとお風呂入るんですかわいい。これいいね。この顔そうすごいコミカルってなってるでこれが、何百年も眠っていたお姫様が目を覚ました瞬間に出会ったなんだけど、恥ずかしそう。そうなの。恥ずかしそうなの分かる、キスシーン見ちゃったみたいな。なんか見ちゃっていいのかなってみたいなかわいい。全然主人公じゃねえじゃん。そう物語の中心ではない。で犬だと思っていたペットが流暢な言葉を喋り始めたっていう。うちのおかんも最近さ犬飼い始めてさ、ぐらいの感じだったら犬じゃなかったみたいな。でもさ宇宙人もいるし、ちょっとそういうさ、エイリアンの入植が始まってるみたいな、で空から世界観魚もねかもね。降ってるしね、UFO からバラバラバラと落ちてきちゃってる可能性あるから。そうでも結構一貫してるじゃん。確かにね、でこれは、親に秘密のノートを見られた。親だからただ照れるじゃなくてバチ切れできるっていう、だけどそんな大した内容じゃないので、目にハイライトが入ってます。いい。絶望ドアとハイライトってさ、比例するからさ、全然コミカルな子だったね。全部コミカルだし、ほら素晴らしい。じゃあいいっすか。うちの子むずいな。めっちゃむずい。満員電車でリュックがグイグイって押し付けられてて、この時はまだ良かったよ。僕も別にまあそんなちょっと煮え嫌いなこともあるよなと思って、こんな顔ですよ。だるいなみたいな。でもなんか言うほどでもねえなっていう顔。次終バスを逃した時の顔です
絶望してる、はい、この子女子高生でさすがに終バスは絶望するでしょ、あ行っちまったっていうでもなんか声一個も出てなさそうだね、1番目も2番目もなんか声は出てなさそう。確かにまだ声にならない、次プリンを食べられました、これはなんか下縁くらいで終わってね、自分のプリンをね、冷蔵庫に入れたプリンを家族に食べられてしまった。でも怒ってますよ結構。あ、そうね、怒ってるね、結構チッって感じで怒ってるんですけど、で次声かけたら知り合いじゃなかった時頑張ってごまかしてる口元が結構頑張ってるしかもにこやかにちゃんと朗らかな自分で対応してるつもりなんだけど顔うまく作れてないみたいな感じです。めちゃくちゃ力入ってるの分かるもん、そうにってこの子笑うのあんまうまくないと思う、かわいいでそして次靴下を履いて直後に水たまりを直撃した時の顔です受け入れてるそんなことみたいな、そんなことじゃ私はもう揺らがないわっていう顔で結局多分ねこの子ね、先に設定を言うと、異常なまでのどうでもいい不幸体質そうだね、それでだからこういうことが起きてもふっていうこのくらいのことなんで私は騒ぎませんみたいな、そんな感じそんな感じで次好物が目の前に出てきた瞬間そういう時もこういう顔してこれ違うこれ好物が目の前に出てきたけどこの後起こることに警戒してパッって言って確かに待ってみたいな油断してはそう油断しちゃいけねえって言ってこの後ひっくり返るかもしれないとか何とかが起きるかもしれない、かもしれない運転みたいなかもしれない運転を常にしてる子なのかわいそうだからで、そしてこっちですね部屋に知らん人がいる時これもでも今回はどのパターンだっていうのでそうきっとこの地味不幸体質を生かしてくれそうな組織っぽい人が現れるか別に組織っぽい人ではないただ本当にヤバい人だった場合もある、可能性もあるでも組織の人だったっていうパターンでもいい楽しい聞いてて、そしてはい自動ドアが無反応だった時覚えてる全然もう別によくあることなんです多分もしかしたらあれだもんね部屋に来た人が能力者の施設に連れてってくれるかもしれないいろんな能力者 X メンみたいなやつが集まってる施設に連れてってくれるんだけど、入れないっていう入れなくてよくあることなんでっていうにっこりっていうシーンですね。でそして推しと目があった時嬉しくてしょうがないんだけどライトくんみたいなまだ笑うなっていうでももう笑っちゃってるガン決まっちゃってる嬉しいんだけど絶対この後嬉しくないことが起きるから覚悟してる、けどもうこらえられない嬉しくて USB は別になんかへってはいはいっつってはい刺さんないんでしょ30回ぐらいそういう感じでやばいこの子で2ページぐらいで連載してほしいんだけど毎週2ページそう本日の不幸本日の不憫不憫ちゃんこの不憫ちゃんは周りは炎を出したり凍らせたりとんでもないだからヒロアカのやばいクラスみたいな中で一人だけちょっと不幸体質っていう能力の子です。いや書いてほしい読みたいなんか思ったよりいい子になった不幸なシチュエーションのレパートリー結構頑張った、いやすごい、というわけでこんな感じでしたけど、次行きますか。いいね不憫ちゃん楽しいね、一人目は不幸くんだったけど、ああ確かに一人目はでもなんかさちゃんとシリアスな不幸だったけど、この子シリアスになりきらん不幸感がある、いいななんかキャラ強くて、何なんだろうねこれマジでちょっと奇跡が奇跡起きてる。じゃあ次4キャラ目だいぶやってきましたけどね、はい僕からいきますよ、はい、列に並んでたのに堂々と割り込みされた時さっきの子続いてないのか空飛ぶ絨毯で雲の上を駆け抜けているマジすごいファンタジーじゃん。めっちゃいいじゃん。行きますか。はい行きましょう、はい、列を割り込まれた時かさっきの子連れてきちゃいそうになるな流れで流れでまだ不憫を背負い続けなければならない。おいはい。どうした？何どうした？私からお金もらった？もらってねえよ。別にスタイのためにメガネ男子を書いたわけじゃないんだ。私がこの時にこんな感じのことを書いてて。家庭内ペイペイが。家庭内ペイペイしちゃったかと思った私。はい、次。クレジットカードの請求額が桁。なんでさっきから僕こんなのしか出ないの？ゲンさんの不憫に引き寄せられる。俺が不憫なんじゃないもしかして。やば伝説の勇者の剣を台座から引くことができた時。すごいファンタジーだね。でもファンタジー寄ってるね。ちょっと順番変えてみる次サイト僕の。いいよ。いきます。はい。正しいパスワードなのに間違っていますと出る時。でもこれなんか不憫。不憫だ。カラオケで高音化テスに声が盛大に裏返った時。不憫だって。はい次来た。何？巨大ロボットのコックピットに初めて乗り込んだ時。な
なんかすごい急にかっこいいの来た。不憫から脱出。大丈夫かなこいつ乗っちゃって。卒業乗らない方が良さそうだけど。確かに不幸体質に乗らない方がいいかもしれない、ずっと解けなかった知恵の輪が外れた瞬間。おお。よかったね。じゃあよかったね。なんかほんわかだね。なんかいい感じじゃない？ね、やっと不憫から解かれたけど大変そうだね。急に背負うものがでかくて。確かにコックピットってことはね、それなりになんか宿命を背負って宿命づいてしまうからな。ね。なかなかなさそうなお題だからちょっとでかく書くとこ。また不憫になっちゃうかもしれない。また戻っちゃう。かっこつけてくれよせめて。一回ぐらい。一回ぐらい。ズボンのチャックが開いたまま一日過ごしていたと知った時。かわいい。イヤホンの片方を道端の側溝に戻ってきちゃった。やっぱりまた不憫に戻ってきた。また不憫に宇宙船の窓から初めて輝く地球を出てってんじゃないちゃんとロボット生かしてる。ずっと欲しかったものをサプライズでプレゼントされた時だって。めっちゃほっこり。かわいい。何それ。歯に青のりがついたまま意中の人と話していたと気づいた時気まずいな。犬に顔中を舐め回されている時の顔。かわいい。かわいい。この子いいじゃん。ゴブリンの群れに囲まれて絶対絶命の時。急にピンチ。足の小指をタンスの角に思いっきりなんでだよ。引き続きはい次9。授業中に自分のお腹が盛大にな絶対そんなキャラじゃない。すごくない？不憫ネタ多すぎない？このね、よくも古今東西の不憫を集めてきたな。大魔王の圧倒的な力を前に膝から崩れ落ちて絶望一人でなんか勇者パーティーいるじゃんこいつ。ねえこいつのパーティーにいるんじゃない？もしかして世界を救って凱旋してきたからね。確かにな。なんなんだよもうまた俺不憫の顔のさ、ね、バリエーションの大喜利になってるんだけど。今更お腹の音ぐらいじゃん。どうこうお前もか。今更何々だったらもう動揺しないな、もう別にな。授業中だからね。実は先生側っていう。あ不憫なこのクラスの先生かもしれない。うんはい、4キャラ目のラストいきます、はい、いきます。どうなるのか。ネットショッピングで頼んだ荷物が予想より早く届いた時どうでもいい。ちょっと嬉しい。どうでもいいマジでむずこの感情。テストでまぐれで100点を取った時。100点取らなそうだもんなその子。で100点とか関係なさそうだよ。さあということで4キャラ目こちらになります。せーのドドン。はい。じゃじゃーん。めっちゃ可愛い。この子めっちゃ可愛いね。可愛いでしょ。ちび魔女ちゃんです。でゲンさんは私からお金もらった？この子めっちゃ好きなんだけどどうすればいい？まあ一旦見ますかじゃあ僕から。なんか僕またさ不憫だったんですけど基本的に。列に割り込まれた時まあその最初だから出力わかんないじゃんこの人の不憫度合いの。列に割り込まれた程度でははあまあねこんなもんまたかっていうこんなもんなんですけどクレカでとんでもない請求が申告がこんなに俺は使ったみたいな誰かになんか不正利用があったのかもしれないしこっち先生なんですけど高校の教師ですね。はい高校教師くんいいね。カラオケで盛大に外した時この顔です。わざとですよみたいな。全然ですよ。イヤホン落とすさすがにショック。これはショックだね。エアポッツだからね2万ぐらいするからもしかしたらクレジットカードで買ったばっかりなのかもしれない。そうかもしれない。よりショックだよね。こいつやっぱ多分不憫なんですよ。あの子が通ってる学校にいるかもしれない。千葉県私立不憫高校かもしれない。ただこいつちょっと違うのが突然ロボットのコックピットに乗せられてる緊迫のシーンがある。緊迫だね。こいつ不憫だからもしかしたらさ飛び立つ瞬間に足外れるとかあるかもしれない。レバー折れましたね。怖い。でそして輝く地球をね宇宙から見た時の顔です。なんかとても美しかったんでしょうね。言葉にできないとか表情もねはーっていう青のりついてたね。これシンプルにショック。しかも結構複数ついてる。気づけ足の小指をタンスにぶつけて。助けてやれよ。だなんかさかわいそうずっと授業中にお腹が鳴った時ぐらいじゃあ動じない。さっきのこと同じね。目にハイライト入ってるもん。でネットのが早く届いた時ちょっと嬉しい。ハイライトが入ってる。ハイライト入るか入らないか余裕が感じられるね。ただあの子ほど次の展開を警戒してない。だからまた同じことやるっていう。いいですね。メンズいいな。はい、さやさんこれ勝手に考えた設定があるの。とある国が今にも滅びようとしています。だけどその国が滅びるのを回避する方法はとある大魔法使いに呪いを解いてもらうこと。ただしその大魔法使いと言われる人は不老不死なんだけど世の中を絶望しすぎて自分の体を赤ちゃんに戻してしまったんですね。でも国を救わなきゃいけないからその魔法使い赤ちゃんをその国の王子様が頑張って育てて呪いを解いてもらおうっていう物語が私の中で展開してまして。展開したんだ。はい。で
だいたい3、4歳ぐらいまで育てた姿がこちらです。なるほど。はいおー、かわいい。はいじゃあもともとは結構な大魔法使いで。あ、そうそう、本当はすごい魔法使い。まずこの1個目ね、これが魔法の絨毯に乗ってこう雲の中をこう駆け抜けている時の、だけどこう魔法使いちゃんだから感動というよりいつも通りで、あー気持ちいいぐらい、これが勇者の剣を引き抜いちゃった時、はいはいはい、そうそうちょっと普通に嬉しいんだ。あ、そうそうそう、抜抜けちゃったみたいな、うん正しいはずなのにパスワードが間違ってるって言われた時、そんなに気にしてないんだ。あ、そうそう、はいって感じ知恵の輪をやっと解けた時、はいはい、逆にもう悔しいみたいな。全然解けなかったことがね。あ、そうそうそう、喜びより一日チャックが開いてた時ねズボンのめっちゃ恥ずかしかったんだ。いや、そう泣くほど。でこれはサプライズプレゼントをもらった時、そう欲しかったものを、すごい喜びなんだ。あ、そう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 、ちょっとあざといの、はいはい、でこれは犬にベロつかれた時ねかわいい。めっちゃかわいいこの子でしょ。いいねでしょ、この子、はい、超高飛車な王子様が育ててるっていう、王子様の育児日記みたいなやつを誰か書いてくんねえからでこれはゴブリンに囲まれて絶対絶命の時、でもまあでもなんか経験が出てるね顔に。あ、そう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 、別に焦ってないんだ、焦りませんって、でこれが大魔王に敗北し膝から崩れ落ちた時、これ過去だろ、赤ちゃんに戻る前だろ。いや、そうそうそう、絶対ほらなんか感じるでしょ、物語を。で最後にまぐれでテストで100点取った時、この顔めっちゃ可愛いわ。やったー、高飛車な王子とイヤイヤ期真っ盛りな女の子の世の中を救う物語、どうぞよろしくお願いします。いや、おもろい、楽しい。はい、でそしたら最後、はい、じゃあ最後だ、ついにようやく行きましょう。さあ僕のターン、寝落ちする寸前にビクッとなって起きた時あるよね。ありますね。あるね。パソコンのデータが保存直前にフリーズした時、めっちゃ悲しいやつや。いいね。これもメガネ男子書きたい。書いていいよ。誰に何を聞いたんだ。書いていいよね。いいよ、書きな。さやちゃんが楽しく終わるのが一番だよ。そうだよね、ありがとうゲンさん。さやぺんもメガネの男子書くね。もう5回戦目になってこの辺は使われないであろうと思ってゲンさんがもう喋ってくれないよ。いきます。好きな人が別の人と楽しそうに笑ってるのを見たとき、あ、これみんな大好きなやつじゃん。俺が一番大嫌いなや蚊が耳元で飛んでるのに見つからないときあるー。あるー。はい、お願いします。タイムマシンで100年前の世界に到着した瞬間急に SF 来た。ゲームのセーブデータを弟に上書きされたとき、ほーはーんふーへー。なんなん。こういうめちゃくちゃ兄弟っぽいエピソードが出てくるとニコニコしちゃいますね。ちゃんと弟ですからね。弟に消されたエピソードだからね。兄貴に消されたエピソードじゃないから。大丈夫？そこダメですか？微妙な差にしちゃダメですか？待って、ゲイさん標準金 5% タイプじゃないそれ。もしかして炭酸飲料を振られていたことに気づかず開けたとき。かわいい、なんかかわいい。何このシチュエーション。授業中にあくびをこらえて変な顔になっているとき。おー、これもかわいいじゃない。これもかわいいな、頑張って書いた長文メッセージを誤って前傾お前誤って前傾するタイプじゃないだろ。集合写真で自分だけ目を半開きにしていたとき。それだけ間抜けだな、全ての戦いを終え故郷の群れが見えた時のこと何があったんだよ。ずっと敵だと思っていた人物が実は実の兄だと知っただけ。マジやん。マジであるやんこいつの場合。あいつじゃんもう。いいんですか、いいんですか、こんな美味しいお題いただいていいんですか。行きましょう。飲んだお茶が実はめんつゆだった。かわいそう。これ私妹にやられたことある、美容室で思っていた髪型と全く違う仕上がりになった時。なるほどね、すごい俗っぽい。さっきまで兄貴と戦ってたとは思えない、ね、私は違うよね。誰に何で怖いおばさん。虫を退治しようとして見失い部屋で怯えてるとき。かわいい。そんなことで怯えるのかお前。スマホを便器に落としそうになり空中でキャッチしたとき。危なかったときね。買ったばかりの白い服にカレーが跳ねたとき。なんか多いな。またなんか不憫になってきたよだんだん。レジで財布の中身が足りなくてめちゃくちゃ焦っているとき。なるほどね。ということでいよいよ最後の表情いきます。楽しかったお祭りが終わって帰り道を歩いてるとき。切なくらいなんだこれ。エモやん。ライブで最前列のチケットが当たったとき。いやこれは嬉しいわ。最高やん。ライブの最前当たって喜ぶタイプなの、やはり知らないことも多いな。勝手に決まってるけど。
ということで最後5キャラつ目いに合計100パターンの表情書き終わりました、終わったー。最後こちらです。せーの、ドーン。すごいお互い手癖だね。さやさんはよく描いているこのメガネ男子くん、通称弟くんなんですけど、漫画的な表情を描いたことなくて楽しかった、保存直前でパソコンがフリーズした、嘘だろっていう感じ、悲しい。でこれは耳元で蚊がいるけど捕まえられないっていうかいるし本当に弟過去兄貴にゲームのデータを消された、お題変更しちゃったでこれは私の実体験がちょっと重なっちゃったかな、なるほど、私のペルシアン消えちゃったからね、あくびを我慢して変な顔になってしまった授業中がむにゃっていう顔で鼻の下伸びちゃう、でってなるで集合写真で目が半開き、でもこれいい顔だね、戦ってた敵が実の兄だったっていうなんかすごいピンポイントなオッケーですじゃないのオッケーですやめろオッケー出すの嘘でしょみたいなさ、絶望の笑顔ってさ、嘘だろ兄貴みたいなね、みんな好きじゃん、みんな唐揚げ好きじゃんみたいな、オタクの唐揚げみたいなところよこれで、これが病院行ってだいぶ短くされたね思ったのと違くて普通に切れてるっていうこれがトイレにスマホを落とす直前で無事にキャッチできたっていう、多分危ねえっていうおおみたいな感じだとお財布にお金が足りなくて焦ってる、めっちゃ焦ってる時の顔です。はいはいはいこいつ金がめっついからね。あ、そうそう、金がめついから。で最後ライブの最前席が当たった、何のライブなんだろうね。フルーツジッパー、すっげえ現代じゃんめっちゃ令和やんめっちゃ令和いや楽しかった、めっちゃ楽しく描いただけですね、本当に楽しそうだよね、さやさん。はいというわけで僕の5キャラ目、でもね、ゲンさん人のこと笑ってますけど、まああなたもすんごい楽しそうですよ、寝落ちしそうになったらビクッと起きる。本当はあんまり寝れるような状況で育ってなかった子なんだろうなっていう出たそういうの。好きな人が目の前で別の人と笑ってるみたいなやつですね、もうでも感情を特にそんなに出さない感じだっていう、まあ別にいいけどみたいな、おすましだね、やっぱそうだね、全然こんなんじゃこんなんじゃ動揺して、こんなんじゃまだね。タイムマシンで100年前に行った時の顔、普段から言ってるやつの顔ですねミッション的にちょいちょい行くんじゃないですか何年前とかいっぱいね、仕事だって時の顔そういう感じだよね、時キリッとしてるだけなんで、すごいかっこいい、で振られた炭酸とは知らずにプシュって開けちまった時の顔です。顔にいっぱいかかっちゃって、でもそれでも別にそんなに表情が動いてないね、ちょっと嫌なやつとかにさ、表情変わらないからいじられた時、誰かにやられた、そういたずらされたやつかもしれないけど、別にそんなこと気にしない、気にしないね。でそしてメール消しちゃった時、長文メール、これでも全然あってぐらい5%にも満たない。でもだんだんなんかボロが出てきてるね。なんか機械感はなくなってきてる、確かに行動から。次これ全ての戦いを終え村に帰る時の顔、ちょっと微笑んでるよ。ちょっと微笑めるようになったの、村に帰って俗っぽくなってきてるわけですよ。なんせめんつゆ飲んだらこうなっちゃううえってなってる。めんつゆはちょっと飲むもんじゃないっていうことに気づいた。ちょっとだんだんこう人間味が出てきて、平和が訪れてる、虫に怯え、かわいい、泣いてる。虫はね、ちょっとそうちょっと涙まで出てきちゃって、100年前にやすやすと言っていた女とは思えぬ、これ買ったばっかの白い服にカレーが跳ねてる、だんだんムカついてもきてる。確かに、ちゃんと感情が、ちゃんと感情が徐々に取り戻され、誰かと一緒に行った楽しいお祭りが終わって、帰り道を歩いてる時、終わりたくないんや、帰りたくないっていう、かわいい、帰りたくないという感情が顔にまで出てきちゃうようになっちゃいましたっていう、感動の物語じゃん。めでたしめでたしねっていう。多分この時好きだったやつとかとは関係ない人と一緒に歩いてるんだと思う。そうだね、感情を取り戻させてくれた誰かがいるやつと歩いてるの。男か女か分かんないけど、絶対もうこのカレーもその人と食べてる、確かに、いや楽しい、幸せになってくれてよかった。ということで、ランダムお題でどうにか100パターンか、俺よかった5キャラにして、これ1キャラで言ってたらかなり厳しい、結構厳しかった。でも新キャラがね、いっぱい生まれたからね。確かに、最初が1キャラ目がこの僕のあれだ、手癖のね、悲劇の少年、こいつが一番なんかかわいそう、何かあったすぎる。これほのぼのだったか、私の神様の休日みたいな感じだったかね。でそしてこれはね、もうヴァンパイア、この子結構いいキャラしてましたね。その子は可愛い、この子魔女っ子見習いのやつですね、世界滅亡前の100個の約束っていう。それ可愛いやっぱ好きだななんで変わっちゃったんだろうな、顔がな。真顔なの。で次がでもこの子もだいぶだいぶ不憫ちゃんね。ずっと不憫。千葉県立不憫高校に通ってる不憫ちゃん。かなり不憫なことが多い。可愛い。これこの子も可愛い。そうそう。割とこう普通の女子ちゃんって感じの。でそして4キャラ目は同じく不憫高校の先生。ただし宇宙まで行って。ただし宇宙まで行ってしまう。でこれ最強魔女ちゃんね。赤ちゃん魔女ちゃん。でこれいや書いたね。楽しかった。ね楽
楽しかった、顔ばっかり、顔ばっかりただ楽しく落書きってだけですよ、これはもはや。いや本当にもうこれとかも本当に取り戻してるもんね、ゲイさん己の確かに姿を。そう、この辺でやっとなんか今回俺いつも描いてる顔描いてねえぞってなって、肌に馴染むって感じ。すごい、全然苦しくなかった最後というわけですかね。はい、楽しかったです。皆さんもぜひ今回夏目さんちがねランダムで出てきたお題とかを使ってみてもいいし、友達同士でね作ってみてもいいし、ぜひ100パターンチャレンジしてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。いや楽しかった。いや楽しかった。ちょっと誰かこのヴァンパイア君詰めてこれないかな。冷たいな私。詰めてください。詰めていくか。というわけで、いやぜひ皆さんやってみてください。いやでもすっごい時間かかります。今日1日撮影これやりました。5時間ぐらいかかった。確かに5時間ずっとこれやってた。いや本当お疲れ様です。